毎度毎度、一高チャンネル、コータです。というわけで本日は廊下の京子さんというホラーゲームやっていきたいと思います。では、初めからスタート。この学校には階段がある。一番有名なのは廊下の京子さん。この学校の3階廊下を3往復して突き当たりにある鏡を3回ノックする。そして京子さん遊びましょうと3回言う。そうしたら京子さんが現れるのだ。ちょっと変わっているのは鏡に映った京子さんの姿によってその後が変わるということ。足が異様に長い京子さんなら鏡から出てきて追いかけてくる。捕まる前に反対側の廊下の突き当たりにタッチできないと殺されるらしい。腕が異様に長い京子さんなら腕が出てきて何かを奪われてしまう。だからペンとかあらかじめ持っていた方がいいらしい。伸びてきた手にペンを渡せばそれで消えてくれるけど、持っていなかったら体の一部を奪われてしまうから。なんかサトルくんみたいなのもあったよね。体の一部を奪われますみたいな。ここまでやるならここまでならやる意味がない階段だなって思ってしまう。でも最後の一つ、首が異様に長い京子さんが特別なのだ。首が異様に長い京子さんは願いを一つ叶えてくれるらしい。恋のお願いやテストの点数なんかのお願いを叶えてくれるらしい。恋もテストも自分で頑張れ、努力や。どこそこのクラスのあの子はそれで欲しいおもちゃを手に入れただとか。あの学年の子が付き合い始めたのはお願いを叶えてもらったからだとか。だとか曖昧な噂ばっかりやないかい。そんな噂話がこっそり流れてくるぐらいには本当かもしれない噂話。だから私もこの噂話に乗ってみることにした。私も叶えたい願いがあるから。恋かな。隣のクラスの佐藤くん。サッカーが上手くて足も速くて顔もかっこいい佐藤くん。出た。サッカーとかこの足が速いっていうのは学生の中ではヒーローになりがちなんよな。みんなに優しい佐藤くんは人気者で、恋のライバルはそれこそたくさんいるのだ。接点なんてあんまりない私のことを佐藤くんが好きでいるとは思えない。だからこそこの階段に頼るのだ。足が長かった場合でも私はクラスで速い方だから多分大丈夫。腕が長かった場合用のペンは持ってきた。ペンはすぐに出せるようにポケットに入れてある。だからあとはそしてやるだけなのだ。この階段はいつやるのが正しいのかは誰も知らない。でもきっと目立たない時間帯だと思う。昼間にやって京子さんが出たらさすがにみんなが騒ぐと思うから。そら真っ昼間にそんな廊下をさ、幽霊が走っとったら怖いやろ。それに怖がりの子たちがお昼休みにやっているのを見たけれど何にも出なかった。夕方も生徒がいるからダメ。夜も6時とか7時ぐらいじゃ先生がいるからダメ。夜しかない。だからきっとそう不法侵入。夜の10時とかそれぐらい。夜の校舎はとっても静かで怖い。警備員さんに気づかれないように電気もつけられないからとっても暗い。外からの月明かりと道路の電灯からの明かりだけが頼りだ。走ることを考えて上履きを履いているからキュイキュイという独特の音が廊下に響く。懐かしいね、このキュイキュイっていう音。昼と全然違う校舎はなんだかすごく怖い。他の階段の理科室の人体模型なんかより全然マシなのに、人がいないだけでこんなに怖いなんて。早く済ませて帰ろう。廊下の突き当たりにある鏡の前に立つ。当然だけど私が映っていた。と息を吐いて手順も思い出す。廊下のこの鏡から3往復。結構長いような気がする。キュキュ音を立てながら私は廊下を歩いていった。1往復、2往復、3往復。終わった。次は3回ノック。
あとは、京子さん、遊びましょう。京子さん、遊びましょう。京子さん、遊びましょう。これで、何も起こらない？ただの噂だったのって、あれ？なんか、鏡に映る私の姿がおかしいような。足が長い、腕が長い、首が長い。まず一番上から行ってみたいな。ちょっとセーブしとこうか。記録、オッケー。さっきちょっと動作確認したからね。セーブはあるんだけど。足が長い。いきます。足が長い。おかしい。私はこんなに背が高くない。暗くてよく見えないとしても、こんなに私を見下ろせるほど足が長いはずがない。少し後ずさりにする。けれど体が鉛のようになっていて、ほとんど動かない。目の前で起こったおかしなことに呼吸がどんどん荒くなっていく。鏡の中の私の足が動く。私は身じろぎ一つしていないのに、鏡の中の私は動いている。足が前に出る。一歩近づいた。もう片方の足が上がる。前に出されて、でもそこには鏡があるから、ぶつかって終わりになるはずなのに。嘘でしょ？まるで何もないかのように足が鏡から出てきた。足が異様に長い京子さんなら、鏡から出てきて追いかけてくる。いや、階段の内容を思い出して体が少しずつ後ろに下がってゆく。違う。そんなんじゃ意味がない。逃げなきゃ。殺される。ヒュッと呼吸が途絶えたのを合図に、私はその場を反転して廊下を走る。早く逃げて。そして廊下の端にタッチしなきゃ。そうしないと殺される。廊下を走る音が聞こえる。私の後ろを走る音が聞こえる。あ、京子さんが私を追いかけてきている。早く。教室を一つ二つと過ぎていく。今まで生きてきて一番の速さで走る。大丈夫。私は足の速さには自信がある。自信の字がまだ追いつかれていない。教室をたくさん過ぎて、並ぶ窓も何枚も過ぎて走る。いくつの教室を過ぎただろう。肺はとっくに呼吸の限界を迎えていた。おかしいよな、廊下こんなに長ないもんな。足をもつれさせながらも走る。だって立ち止まったら殺されるから。まだなの？おかしい。だって学校の廊下なんだよ。たかが学校の廊下。全速力で走ってもう走れなくなるぐらいの長さがあるの。ちらりと横で流れていく教室を見る。2の2、2の3、2の4、2の2。は？確かに過ぎたはずの2の2の教室が見えて過ぎ去った。ループしてんのな。なんか最近流行ってる異変系のゲームみたいね。どういうこと？これはまさか。顔を前にやる。そうだ。どうして廊下の端がこんなに遠いのか。そして全く廊下の端の壁までの距離が変わらないのか。こんなの反則じゃん。その途端、ガッと腕をつかまれた。捕まえた。エンド。捕まえた。一つ目のエンド、回収。一つ目のエンド少し怖いね。てか、廊下がいつまでもループする系って怖いよね。異変見つけたら戻れるとはまたちゃうがない。そうか。こっからか。びっくりした。腕が長い。じゃあ次行きます。腕が長い。おかしい。私の腕はこんなに長くない。こんな地面につくぐらい長くなんてない。思わず後ずさる。噂は本当だったんだ。途端に呼吸がうまくできなくなる。なんだっけ？どうだっけ？腕が長かったらどうしなきゃいけなかったんだっけ？ヒューとうまく呼吸ができなくて苦しくなってくる。そうしている間に目の前の私はうつむいている顔を上げていく。ゆっくりと。私の体はまるで石になったかのように動かなかった。
顔が上がっていく。前髪でよく見えない目よりも先に口が見える。あ、あ、その口は耳まで裂けている。化け物だ、完全に。化け物だ、完全にってこれ人間じゃないやろ、当たり前やんけどかよ。にと口角が上がっていく私。でもその見えた顔は到底私には見えなかった。ゆっくりと手が伸びてくる。その手は鏡を越えて私の方へと。ここ分岐っぽいね。ちょっとセーブしとこうね。OK。渡さない。伸ばされた。何も浮かばない。頭が真っ白になってどうすればいいのかもわからない。ただただ伸びてくる。そのいびつな手を見ることしかできない。伸びてくる。伸びてくる。京子さんの手が私の顔に伸びてくる。伸びて、伸びて、顔を掴んで、そして、どこを取られたんやろうね。エンド、取れた。取れた。取られた。よし。分岐のところは、私の手をここで渡す選んでみようか。そうだ、身代わり用のペン。私は急いでポケットに手を突っ込んでペンを取り出して京子さんに差し出した。京子さんの手はほとんどこっちに出ていたけれど、まだ私に触れるまでにはなっていなかった。京子さんの手はふらっとふらついたかと思うと、私の手のひらからペンを取ってそのまままた鏡に戻っていった。足がガクガクして立っていられなくて思わずその場に座り込む。いつの間にか震えていた体が今になって歯を鳴らした。気づけば目の前の鏡には座り込んで泣いている私の姿が映っていた。遠藤、何も起こらない。何も起こらない。ペンは取っていってるからこれだけでも怖いけどな、普通な。ほんなら、おかしいようなの、腕が長いを選んでさっきの分岐ってるから、最後の首が長い。首が長い。少しずつ目の前の私の首が伸びている。これは、京子さん？その姿の異形さに思わず後ずさる。気持ち悪くて吐きそうになるけれど、それでもとどめて口を開く。そう、私には叶えないといけない願いがあるんだ。佐藤君と両思いにしてください。考えていた願いを口に出す。声に出すやね。佐藤君と絶対付き合うんだ。そのためなら私は何でもするんだ。怖くて目をぎゅっと閉じて何かが起こるのを待つ。勇気の出し方がちょっと間違えてる気すんねんけどな。そのまま直接当たって砕けろ。シーンとした空間。何の音もしなくて数秒経っても何も起こらない。そっと目を開けてみれば、そこには元に戻ってる。至って普通の私の姿が映る鏡があるだけだった。どういうこと？何も起こらなかったけど、これでいいのかな？確かに願いを叶えてもらえたらどうなるかとは聞いていなかった。でも追いかけられたり何かを取られたりしてないから、願いを叶えてもらったってことでいいのかな？とりあえず帰ろう。これ以上ここにいても仕方がないので、そのまま家に帰ることにした。もし両思いになれたとしても、明日にならないとわからないしね。次の日やね。あれから数ヶ月経った。数ヶ月経たないとあかんの？あの日の翌日か。あの日の翌日、私は佐藤君に呼び出されて、そして、なんと、付き合えちゃいました。おめでとうございます。って言っていいのかな、これは。すごい前から好きだったって言われちゃった。もちろん返事は OK。軽いな、あんた。人気者の佐藤君が私の彼氏だなんてやばすぎる。ステータスにしたらあかん。この数ヶ月は本当に幸せで、放課後一緒に家に帰ったり、佐藤君の家に行ったり、他にもデートに行ったり。誕生日プレゼント誕生日プレゼントくんはやばいな。誕生日プレゼントも佐藤くんにもらって、もう幸せの絶頂って感じ。やっぱりみんな京子さんにお願いしてたんだね。みんなじゃないと思う。
頑張って努力して彼氏になってる人もいると思うよ。これで私も晴れて彼氏持ちになれました。佐藤くんも優しいし、これからもこの幸せが続くといいな。でもね、気のせいだと思うんだけどね。ほんと、なんともないと思うんだけどね。しつこいしつこい。私の首、ちょっとずつ伸びていってる気がするの。気のせいだよね。このまま京子さんみたいにならないよね。何も起こっていないよ。何も起こっていないはずだよ。そんなちっちゃい字で、本当に問いかけるな。いや、廊下の京子さん、ちょっとあれやね。最後の怖かったね。願いを叶えてもらってもみんな京子さんになるんや。でもそれやったらもうなんか願い叶えてもらってる人全員京子さんになって首が長い生徒ばっかりになってそうだけどな、この学校な。おまけやっていこうよ、おまけ。おまけ。ギャグ編は本編を台無しにしてしまう恐れがあります。セルフパロディギャグが苦手な方はプレイしない方がいいです。大丈夫な方はそのままお進みください。というわけで、このギャグ編、本編台無しにしてしまう恐れがありますので、セルフパロディギャグ苦手な方、ここで視聴をストップした方が無難かと思います。もしセルフパロディ系が、大丈夫って方、このままご視聴を続けていただければ幸いです。というわけで進みましょう。GO！ 廊下の突き当たりにある鏡の前に立つ。当然だけど私が映っていた。と息を吐いて手順を思い出す。廊下のこの鏡から3往復、結構長いような気がする。救急音を立てながら私は廊下を歩いていった。1往復、2往復、3往復。終わった。次は3回ノック。そして2つ同じじゃないかい、選択肢が。ちょっと記録しとくね。そして、上から選んでいこう。うい。なんて読むのよ。京子さんじゃないのか？鏡子さんなんか？私がこの噂を知ったのは文字でだ。だから読み方がわからない。聞いた話ならわかるんだろうけど、聞いてないんだよね。そんなに有名じゃない？すごいすごい。音楽がポップだ。読み方わかりづらいのよ。鏡子か京子かはっきりしなさいよ。というか、花子さんぐらいわかりやすい、誰もが読みやすい名前にしなさいよ。思いっきり叫ぶ。ここまで来てこんなところでつまずくなんて、っていう思いが声量となったのだろう。もうその文字で読んだ時点でもう調べてから来なさいな、あんたも。ギリギリと思わず歯ぎしりをしていると、すみません。一応京子でお願いします。おい、幽霊に自己紹介されとるがな。と目の前で、声が聞こえてきた。こちらこそすいません。取引先の相手か。聞かれていたとは思わなかった私は思わず謝った。やばいやばいやばい。結局自己紹介して終わったぞ。サラリーマンみたいになってたぞ。じゃあそしての、上を選んで自己紹介になったから、じゃあ下の選んでいこうね。京子さん遊びましょう。京子さん遊びましょう。京子さん遊びましょう。これでてん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 。また分岐だ。よし、ここで記録。そしててんてんてん。じゃあ足が長い。鏡に映る私の足が長い。くそ、またリセマラだ。ガチャか。そういうがいいなや、私はダッシュで廊下の端へと走る。後ろから追いかけてくる京子さんはもはや敵となる速さではない。すでにもうこの偽マラを数十回回しているが、十数回か。なかなか首が長い京子さんが出ない。偽マラしてるからもう敵ではないのね。確率3%切ってんのか？運営ふざけてんのか？もう何度も言った廊下の端。タッチをすると背後の京子さんはすっと消える。これがリセット完了の合図だ。さて、チュートリアルするか。私は鏡に向かって歩いていった。何回も繰り返しとんのね、今の場面を。首の長い京子さんが出るまで。運営っていうか京子さんに運営がいるか？
まあ腕が長いじゃあ生きてみましょうね。鏡に映る私の腕が長い。腕が伸びてくる。早く代わりに、ペンを渡さなきゃ。そう思うのに手がポケットの中のペンをうまくつかめない。早くしないと。早くせんと。あ、ポケットからペンを取り出したはいいものの、手からペンが滑り落ちてしまう。早く拾わないと。そう考えた私が動いたのと、京子さんの腕がおそらく首をつかもうと思って私の服を掴んだのは同時だった。ビラリ。引っ張られた服が無慈悲にも破られる。京子さんの力が強すぎてちょっとちぎれたどころじゃなく、もう上全部が剥ぎ取られた感じだ。ちょっと待って、これ映せるんやろうな。大丈夫か？センシティブな場面出えへんやろうな。おお、よかったよかった。画面には出えへんね。キャー、これには私も違う意味で叫ぶ。深夜の校舎で半裸だ。それは叫びたくもなるだろう。ごめん、そんなつもりじゃ。気使わせとるがな。変態かいよ。違うの。変態、違う。その叫び声の居合は朝日が昇るまで続いたという。おい、はよ帰れ。次の日登校してきた生徒が半裸見たら怖いやろ、逆に。いや、おまけがだいぶ面白かったね。というわけで本日、廊下の京子さんというゲームやらせていただいてます。もしホラー苦手な方、最後のおまけの部分で多分明るくなっていただけたかなと思います。なので、ホラーが苦手な方も見やすい今回実況となっているかなと思うので、みんなもぜひよかったら廊下の京子さん、ネタバレはすでに済んでいるかと思われますが、よかったらプレイしてみてください。というわけで本日、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録や高評価などをお願いします。では、コータが、お送りいたしました。ほなな、またね。